はい、こんにちは。K でございます。今回はね、家で簡単に作れるイチゴのムースをね、作っていこうと思います。ついでにね、グラサージュのかけ方も解説していこうと思いますよ。まず最初にね、ムースの中に入れるゼリーを作っていこうと思います。レモンゼリー作りますわ。なんかこんな感じの小さい半球型のシリコン型めちゃめちゃ使えるんで、ぜひともおすすめです。はい、レシピはこんな感じでございます。概要欄の方にも書いてますので、ぜひとも見てみてください。簡単ですね。ベースをゼラチンで固めるだけの非常に簡単なお仕事です。本当はね、アガーで固めたかったんですけど、家にアガーがなかったんで、もうゼラチンでいいやつということで、ゼラチンでいきます。じゃあまずゼラチンを氷水でふやかしましょう。あ、氷ねえわ。ということがあるんで、家でお菓子作りするときはくれぐれも氷を切らさないようにお気をつけください。で、ゼラチンを氷水でふやかしたら、鍋に水とグラニュー糖を入れて沸かしましょう。ちなみにレモン汁はまだ入れないです。はい、沸いてきたらふやかしたゼラチン入れて溶かしていきましょう。はい、ここでゼラチンがちゃんと溶けてるか確認しておきましょう。溶けたらボウルに開けます。で、氷水で冷やします。氷水で冷ますんですけど、この時ベースがゼラチンが固まり出さない程度に冷めてきたらレモン汁を加えます。なぜレモン汁を後から加えるかというと、水と一緒にねレモン汁を沸かしてゼラチン入れてね、あったかい状態で合わせてしまうとレモン汁の酸性が効いてきてね、ゼラチンが固まりづらくなっちゃうんでね、レモン汁はね最後に別で加えるのがベストです。で、冷えたらなんか流しやすい計量カップかなんかにね移しまして、さっきのシリコン型に流していこうぜ。量は適当で好きな量流しちゃって。これ下にバットとか敷いとかないとぐにゃぐにゃで移動できないんでね、下になんか敷いときましょう。絶対ね、これ絶対やで。で、流したら冷凍庫で固めましょう。はい、固まりました。こんな感じでスポッと取れます。ひとまずこれでいちごムースの中身は完成したんで、いちごムース本体を作っていきます。とりあえず型準備してください。はい、小さいセルクルとかでも仕込めるんですけどね、なんか OPP シートしかないといけないのがちょっとねめんどくさいんで、作るのは一番楽ですね、シリコン型の方が。で、この動画ではこの2種類の型使うんですけど、これもねAmazon でねちょっと良さげな型あったんでちょっとポチったんですけども、こういうシリコン型家に一つだったらね結構ムース簡単に作れるんでおすすめです。ぜひ買ってみてね。はい、また材料紹介します。こんな感じでございます。また概要欄の方にもバッチリと書いておりますので、ぜひぜひ見てみてください。じゃあ作っていこうか。まず端折りますけど、ゼラチンは氷水でふやかしといてね。はい、まずベース作っていくんで、鍋にねいちごのピューレとグラニュー糖を入れて沸かしていきます。このいちごピューレも前のいちごのギモブの動画で使ったクロップスいちごピューレっていう冷凍のやつがあるんでね、これやったらかなり作るの楽ちんなんで、フレッシュで作るのもうまいんですけどね。はい。で、沸騰してきたら例のごとくふやかしたゼラチン入れて溶かしていきます。ダマないように気をつけてね。で、ボウルに移します。網でこさないとダメなんですけど、うち網ないんでこしません。はい。ほんでまた氷水で冷やしていきます。はい、次生クリーム立てていきましょう。生クリームの立て具合としてはね、個人的には6分立てぐらいがベストなのかなと思います。このハンドミキサー、例のごとくクソ安い1500円ぐらいで買ったハンドミキサーなんですけども、以前の動画でねコンセントがクソ短いということで話題になったんですけど、もう一つクソな部分を見つけてしまったんだね。この撮影してる時にスピード調整が1から5まで選べるんだけど、メモリを動かした瞬間にスピード変わらないんよね。で、メモリを動かして1から3とかに動かした後に30秒か1分ぐらいした後にようやく本腰上げてふーいってなってくるから、1テンポどころじゃないよね。5テンポ6テンポぐらいスピードがついてくるの遅いんよ。メモリを動かした瞬間に動いてくれたらいいんですけどね。はい、こんな感じに立てました。ちょっとこんな感じのねもったり柔らかい感じのイメージで立てれたらベスト。じゃあ次メレンゲ立てていきます。メレンゲの立て方はねよくお菓子の本であるグラニュー糖を3回に分けて混ぜていくっていうのをねやってもらえればいいかと思います。個人的にはメレンゲはねこういうメレンゲじゃなくてイタリアンメレンゲの方がね非常に固形性も良くて仕込みやすいんですけど、家でねイタリアンメレンゲ作るのマジクソだるいんで無理じゃね。家でイタリアンメレンゲ作れる猛者いんの？俺無理だわ。ということで普通のメレンゲです。普通のメレンゲはね作りやすいんですけど、やっぱ泡がちょっと潰れやすいっていう難点がねちょっとございましてね、油断したらボソボソのメレンゲになってしまうので気をつけていきましょう。メレンゲの立て方のイメージとしては、最初高速でウーって立てて、ある程度自分の求めたい硬さに近づいてきたらだんだん速度を落としてあげて、じっくりゆっくり混ぜてあげるとね最後にきめ細かい泡がしっかり作れて潰れにくいメレンゲが作れます。はい、こんな感じでね硬すぎてもちょっとあれなんで、角が立ちそうでもちょっと先っちょ辺にあるなぐらいの感じの立て具合がいいんじゃないかと思います。では次絞り袋を用意します。で、ムース絞るときに使う絞り袋はね個人的に口金があったら絞りづらいんで口金なしでいきます。クリップとかがあればねめちゃめちゃ絞りやすいんですけど、うちクリップなかったんで、先っちょはねこんな感じでラップでね先を結んで留めておきます。
はい、役者は揃いました。ムースのベース、生クリーム、メレンゲとね。はい、こいつを今から合わせていきます。このムースを合わせる順番もね、人によっては変わってくると思うんですけど、個人的に、僕はね、できるだけメレンゲな泡を潰したくないんで、メレンゲは最後に合わせるようにしてます。ってことで、まず最初にベースと生クリームを合わせていきます。で、その合わさったとこにメレンゲを少しずつ入れていくスタイルで混ぜていきましょうかね。注意点として、この混ぜる段階でベースがね、冷えすぎてて、あとちょっと冷えたらゼラチン固まってきてブリブリになるような状態やったら、その時点で冷たい生クリームに混ぜちゃうとね、速攻でギュッて固まってきてダマったまになっちゃうんで、個人的にはぬるいよりもちょっと冷たいぐらいの温度がベストかな、ベースは。で、ちょうど生クリームと合わせた時に生クリームの冷たさとなじませて、混ぜた時点でしっかり冷えるっていう温度調整がベストです。逆にブリブリになるのにビビりすぎてぬるめの状態で合わせちゃうと生クリームが死んでね、せっかく出せた生クリームがシャバシャバになっちゃうんで、ここの温度調節はちょっとシビアに見ていきましょう。ぬるめよりもちょっと冷たいぐらい。はい。で、生クリームとベースがしっかり混ざったのを確認したらメレンゲを混ぜていきましょう。2、3回ぐらいに分けるのがベストかなと思います。はい。で、混ぜるときは最初はホイッパーでメレンゲを分散させるように混ぜてから、最後にゴムベラでさっくり混ぜていくのがおすすめかなと思います。しっかりね、混ぜ残しがないようにボールの縁もしっかりすくい出してあげましょう。ちなみにゴムベラの使い方はこちらの動画で解説しておりますので、ぜひ見てください。はい、ほんじゃ先ほどセッティングした絞り袋に合わさったムースを入れまして絞っていきましょうかね。はい、じゃあ絞り袋のね、先端で縛ってるラップを外して漏れ出さないように先っちょをしっかり指で押さえておきます。で、それで指の力を少しずつ緩めて自分の出したい量を調節しながら絞っていきます。シュー生地とかね、ああいう形がしっかり保ってくれるやつはね、口金の方がいいと思うんですけど、こういうね、ムースみたいな流動性がすごく高いものは、できるだけ口金使わない方が楽に絞れるのかなと思います。で、この丸い方の方には先ほど作ったレモンゼリーを中に入れたいんで、最初にまずムースを6分目ぐらいまで絞っておきます。この細長い方の方はね、幅的にさっきのゼリー入らねえなと思ったんで、中身なしです、こっちは。はい、じゃあ先ほど仕込んだゼリーをこんな感じでグイグイっと軽く押し込んであげます。押し込んであげて、最後の仕上げでムースをちょろっと絞って蓋をしてあげます。こうすることでうまいことムースの中心にね、ゼリーが回ってくれるんですね。で、最後に軽くこんな感じでトン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 して表面を慣らしてあげます。ちょっと作りすぎちゃったんで、残りはね、タッパーに片付けて小腹が空いた時にパクパクつまもうかなと思います。はい、じゃあさっきのレモンゼリーみたいに下にバットを敷いて冷凍庫で丸1日固めます。しっかり固めます。はい、1日経ってしっかりね、中心の方までがっちり固まったんで、型を外していきます。この外すときに結構ね、圧力というか力をグイーッと込めないとね、型から外れないんで、中途半端な固まり方していると、抜く時点でムースグニャって崩れちゃうんでね、しっかりがっちり固めます。で、これをね、今からグラサージュをかけていくんで、こういう感じでバットの上にちょっと高い網を乗せて、で、この状態でね、また冷凍庫にしまっておきましょう。さあ、ほんじゃ最後、今からこのムースにかけるグラサージュを作っていきます。はい、グラサージュのレシピはこんな感じでございます。一応味は同じですね。いちご味のグラサージュということで、こんな感じのレシピになっております。概要欄見てね。いつもの感じでベースを作っていきます。鍋に牛乳といちごピューレと水飴を入れて加熱していきましょう。またね、沸騰してきたらふやかしたゼラチン入れてダマがないようにしっかり混ぜましょう。別のボウルにホワイトチョコを入れときまして、で、先ほど炊き上がったベースを少量、このチョコが軽く浸る程度ぐらいにちょっと入れます。で、入れて、このベースとチョコレートをなじませるために、30秒1分ぐらいね、ちょっと放置します。で、ある程度ベースの熱がね、チョコに浸透してきて、溶け出してきたなと思ったらね、ゴムベラで中心の方から少しずつ混ぜていきます。作り方としてはガナッシュとかね、生チョコと同じような作り方です。この少量がしっかり乳化して混ざったのを確認したら、残りのベースをね、すべて加えてあげてから氷水で冷やします。で、これムースと違ってグラサージュなんで、このベースに対してのゼラチンの量がかなり入ってるし、プラス、ホワイトチョコの固まる凝固力も備わっているので、氷水で長時間放置していると、中心は全然固まってないのに、ボールの縁だけブリブリに固まり出したりするんで、結構こまめに周りをかき出しながら様子を見てあげるのがいいでしょう。はい、こんな感じでしっかりね、ゴムベラで端をかきながら冷やしていきます。で、このかきながら、この書いた時のこのグラサージュの波の打ち加減で硬さをチェックしてます、僕はね。温度測った方が確実ですかね。僕はいつも見た感じの状態で判断してます。ちょっととろみがついてきて、もたもたしてきて、光沢がしっかり出てきたぐらいが僕はベストかなと思ってます。このね、ゴムベラでちょっとすくってね、上から落とした時のこのグラサージュの沈み加減とかね、こういうところも見てもらって、このぐらいにね、タポタポしてきたら OK だと思います。
はい、それでは今からグラサージかけていくんで、一回ね、かけやすいようにしたいんで、計量カップとかにね、先に注ぎ口がついてるようなカップに移します。まあね、こういうね、ドロッパーとか持ってるご家庭ならね、でもぜひともこっち使っていただきたいんですけど、そんなん一人暮らしのうちのキッチンにあるわけがないんで、これで計量カップでいきます。はい、じゃあ先ほどね、網にスタンバイした可愛いムースたちを準備していきます。この時にね、ちょっとね、ムース同士を一定の間隔を空けてあげないと、グラサージがね、かけた後にくっついちゃうと非常にめんどくさいんで、開けておきましょう、間隔を。じゃあかけていきます。はい、こんな感じ。ポイントはね、一気にかけましょう。もうビビって、ちょびちょびビビって、怖いなと思ったらね、全然ダメなんで、もう一気にドバッと。1個に対するグラサージの量は結構多めにぶっかけて大丈夫です。自分ではかけれてるつもりでも、意外にかかりきってないとこがね、あったりするんで、こういうとことかね、早速失敗してますね、これ。で、この時にグラサージがちょっとまだサラサラしすぎてると、この時点でムースにかかりきらずに、めっちゃ極薄のグラサージになってしまって、あんまりね、上掛けしてる意味がなくなってしまうんでね、硬さ調節が一番大事です。まあ、食べるだけで言えば、まあ、このグラサージ、まあ、イチゴなんでね、かけてもかけなくてもそんなに味はぶっちゃけ変わらないんですけど、まあ、見た目がね、全然違うと思います。やっぱグラサージをかけることで、そのムース自体にツヤが出るんでね、もう見た目がレベチですね、この綺麗さ。かわいい。かわいいね、これ。で、移動するときはね、こんな感じでね、非常に崩れやすいんで、ナッペベラとナイフを使って、崩さないように慎重に移動していきます。はい、とまあこういう感じでね、いちごのムース完成しました。基本的にはね、このムースの下に、そこにね、スポンジ生地とか、ジョコンドとか、サンファリンとかね、まあいろんな生地を下に挟み込むことによって、しっかりね、食感が得られるんで、本当はね、底生地を敷いた方がいいんですけど、もうなんかそれまでやってると俺もなんか動画作るのめんどくさすぎて発狂しそうになったんでね、底生地なしのシンプルなムースとグラサージュだけの構成にしております。なんでね、ちょっと一回ムース作ってみたいなって思ってる人も、しっかり型も準備して、こういう感じに作ってもらったらね、ムースってこうやって作るんだっていうのをね、理解してもらえるといいんじゃないかなと思います。ちょっと久々の動画投稿なんで、ちょっといろいろ疲れましたけど、お疲れ様でした。またね、こういう動画見たいなっていうのがあれば、ぜひともコメントの方に寄せてもらえると、モチベ上がってくるんで、よろしくお願いします。はい。じゃあ、チャンネル登録よろしくね、高評価もしといてくださいね。はい。じゃあ、お疲れ様でした。皆さん、さようならです。